皆様こんにちは。権野屋おむすび、権野ゆいです。舞踊の本を紹介するコーナー、いにしえ日記。6回目の今日は、尾上松緑、踊りの心をご紹介します。今日ご紹介いたしますのは、こちら。尾上松緑、踊りの心です。こちらは2代目の尾上松緑さん、人間国宝でもいらっしゃいまして、四世藤間寛右衛門、藤間流のお家元でもいらっしゃいました。私も藤間流で古典舞踊を修行しましたので、とても関心を持って拝読させていただきました。この中には、生い立ちや戦争に行かれた時のお話、テレビや映画などに出演された時の思い出話、そして歌舞伎や舞踊の各演目ごとにそのものに対する思い入れなどが書かれています。そうですね。この本、むっちゃ面白いんですね。で結構いろんなところに気づきになるような言葉が書かれているんですけども、それが具体的なことで書かれているので、こういった本を紹介するコーナーではどこをこうかいつまんでご紹介したらいいかななんてちょっと悩みましたけども、その中から5つのところを取り上げてみましたので、よろしければお付き合いください。まずその5つの中の1つ目ですけども、2代目尾上松緑さんはお父様のご意向で6代目の尾上菊五郎さんのところに修行に行かれていたそうなんですけども、初めてお稽古に行った時にいきなり猿股一つにさせられて、それで裸の稽古をした。お互いに裸になった裸の稽古をしたらしいんですけども、体の使い方を一から教わったというふうにおっしゃっていましたね。骨組みからきっちりと形を美しくしていくっていうことを一番初めに教わったそうです。そしてですね、6代目は行儀というものに対してとてもうるさい方だったということで、舞台行儀というものはどういったものかっていうことを書かれていますね。で、それは、例えば、脇役が主役を食ってしまう。これを俗に脇役用語でチャンヌスットっていうそうなんですけども、そういったこと。そして逆に主役が脇役を食ってしまう。こういったことは行儀が悪いことですよっていうふうにおっしゃっていますね。そして小道具や衣装でも大事にして、これを汚したり壊したらいけないというのも行儀です。ということで、白いものなんかはね、紙で巻いておくとか、逆に黒いものであったら、私たち舞台に出るときおしろいを手に塗りますから、そういったおしろいなどがつくっていうことも気をつけなければいけないよっていうことが書かれていますね。こういったことは、9代目團十郎とか、5代目菊五郎とかいう明治の名優たちの教えだったんではないでしょうかね。それが父なり、6代目なりに伝わってきているんじゃないかと思います。舞台行儀ということは両者とも非常にやかましかったということをよく聞きました。それからもう一つは何て言いますか。10できてもそれを9分なり8分で止めるということですね。これはなかなか難しいんですけども、怠けるという意味ではなく、例えば絵でいう空間の美とでも言いますか。やはりそういうことをしなければいけないということが、この書さんたちのモットーだったようです。10のものを10やったり11やっちゃいけないという意味のことです。できるから何でもやっていいということでなく、そこに見る方でも、あの人がこれをやったらさぞやというところで余韻を残すということが何か頭へ染み入るような気がしました。っておっしゃってましたね。こうね、つい何か芸を学びますと、全部出し切りたいっていう思いが強くなりまして、いっぱいいっぱいやってしまうんですけども、その余韻、空間を残すっていうことが大事ということで、よくお稽古で目いっぱいやって、
前日はのびのびとゆっくり休んで当日を迎えましょうなども言われますけども、いっぱいいっぱいの気持ちのままで舞台に挑まない方が良い芸に結びつくっていうことなんですかね。はい。そして2つ目に行きますね。2つ目。菊五郎、三つ五郎、幸四郎の踊りということで、名優も三種三様だというようなことが書かれていますね。こちらちょっと朗読させていただきますね。九代目團十郎のもとへ預けられた六代目としては、実の父親である九代目のきっちりさと、師匠である九代目の大きさとをミックスした独自のものを作り出したんです。それが六代目の踊りにはっきり現れています。これと対照的なのが、先代の三つ五郎さんの踊りです。これはもうきっちりとしたという一言につきます。私なんか、とにかく名舞踊家としての六代目、大和屋のおじさん。それに、父親と三人の踊りは、もう十分堪能するほど見せていただいたんですが、おのおの特徴がありました。破格という言葉がありますけれども、父親も六代目も破格な踊りだったようです。飛び出しちゃうんですね。だけれども、とうとう飛び出さずにきっちり終わったのが大和屋のおじさんでした。踊りでは、形というものが、それは何と言っても難しいものなんですけども、我々もよくそういうことを考えなきゃいけないんだと思います。例えば、写真を写すということになりますと、三つ五郎のおじさんの踊りというものは、どんな角度でどんなところから写しても狂いがない踊りなんです。六代目の踊りっていうのは、例えば羽のかむろなんかを正面から写せば、すごくいい形なんですけれども、横からでもこれを写したら、まるっきりお尻が出ちゃってて、ともかく大変な格好でした。しかし、それは当然のことで、お客さんは正面からしか見てませんから、それはそれでいいわけです。ですから、お尻の使い方なんかが非常にうるさい人でした。自分は太っていてお尻が大きいから、そのことを考えておる。お前もお尻が大きいんだから、見物にお尻をこういったときは右へ持っていけ。こういったときは下に持っていけ。と、お尻の使い方なんかは見事でした。ということは、やっぱり自分の体の欠点なりなんなりを、そうやって覆っていったんですね。三つ五郎のおじさんは、だいたい小ぶりな方だから、体つきにおいて、すっきりしたとか、いなせなっていうことは乏しい方だけれども、踊りということにおいてはもうどこから見られても、形に何ら破綻のないといったご自身でもあったんでしょう。ですから、そういう様子とか何とかいうことではない、本格のきっちりとした踊りでいこうと思われたんじゃないですか？私がやりますときには、この三人三様の全部見てますから、みんなミックスして、誰々の型でということではなく、それぞれの良かったところをみんないただいた混ぜこぜになっちゃうんです。三人三様、どれもいいんだと思います。どれを取ろうと、それはやっぱり自分の踊りの性質なり何なりを見極めた上で考えればそれでいいんじゃないですか？おのおのそういういい手本が3つあれば、そのどれを選ぶかということを決めるのは自分の選択力にあると思います。ということですね。これはいいお手本があればということが大前提なんですけども、まずは自分自身の踊りの性質ってことをしっかりと見極めて、いいお手本のどこを取っていくか、そして自分に取り入れていくかってことは、自分自身で判断していく必要があるっていうことですね。いいお勉強になりますね。はい、それでは3つ目です。こちらは踊りと芝居というタイトルのところで、舞踊家の踊りと役者の踊りについてここに書かれていました。でまず踊りの役者の踊りというものは、演技をするものなので、演技や衣装によって、上塗りをされていくものだということが書かれていますね。
れに対して、舞踊家の踊りっていうものが、舞踊家の踊り、ごめんなさい、なんか猫がいて。それに対して、舞踊家の踊りというものは、素踊りが基本で、衣装や演技のごまかしが効かないものである。ね。どちらも踊りには違いないんですけども、衣装をつけた場合の踊りと、素踊りの場合とでは、無論踊り方なんなりは違ってくるのが当然であるということで、私の立場はこれを両方やり分けなければならないという苦しさがありますけれども、これが自分の使命である以上、このことははっきり仕分けなければいけないということを心がけています。ということで、たとえ素踊りでも、やはりそこには心がなくてはいけないんで、ただ踊りを踊るだけとか、ただ形だけの踊りでは無意味になってしまいますから、心の裏付けがあるということは、これは必須条件だと思います。それと、もう一つの問題は、踊りというものは、やはり楽しくやるべきです。それは芝居でもそうですけれども、例えば悲劇でも楽しくやらなきゃいけないし、無論喜劇の場合はなおさらですが、何であろうと、そこに楽しさが流れなければ見る方も辛い、やる方も辛いの一点張りではいけないと思います。しかし、なかなかそこの境地にはいけるものではないんです。まあ、それを目的に私ども苦労するわけなんですけども、やはり見ている方もいい気持ちにするという風でなくてはいけないんじゃないかと、名人たちの踊りを見て思います。自分はとてもそういうとこにはまだまだ到達できえないけども、少なくとも目だけはそういういい踊りを見てきてますから、なんとかそうありたいと望みます。この最後の方に書かれていました、踊りというものはやはり楽しくやるべきですっていうところなどは、ちょっと私も稽古場に張り出して貼っときたいなって思うんですけども、見ている方をいい気持ちにさせる舞踊っていうところの境地までなかなか行くのは難しいことなんですけども、私もこれを目標にずっとこれからも心がけていきたいなっていうふうに思います。それでは4つ目です。ここはね、よく型なしと型破りっていう例えを聞くことがあるかと思うんですけども、そういったことが書かれていますので、興味深いところでありました。古典舞踊と新作舞踊っていうタイトルのところですけども、ちょっと読ませていただきますね。古典舞踊と新作舞踊とは、無論その根底に流れるものは同じことなんです。けれども、何と言っても古典舞踊は楷書ですから、これはしっかり身につけなければいけません。私が初めて六代目に教わった時の話にあります通り、裸になって猿股一つでもって教えられたのは、これが楷書の一の字ということなんです。この気持ちは絶対、草書の新作舞踊をやっても忘れてはいけないと思います。それを忘れたら、はや崩れたものになってしまうし、たとえそれが崩れた踊りでも崩してはいけないんです。言い換えると、古事記をやっても品がなくっちゃいけないというのと同じなんではないですか。難しくてちょっと禅みたいな話ですが、やはりそうではないといけないんで、崩した踊りももちろん踊らなくてはいけないんですけども、それも本当に崩してしまってはいけないんです。そこにやっぱり楷書の一の字を忘れずに崩して踊らなければいけないと思います。ですから、なかなか芸事は難しいですね。ということですね。何事も基本が大切ということですけども、そういった基本をずっと稽古して積み重ねてきたものを崩すのと、もともと崩れているものっていうものには大きな違いがあって、そこにまた品というものも関係しているということでしょうね。やっぱりね、そういった基本をしっかりと学んでいきたいものですね。はい。それでは最後、5つ目ですね。ここにね、最後に自分でできる劇評ということで、劇評について書かれているんですけども、これは特に踊りっていうだけじゃなくって、この
今の SNS の世界などにもありますけども、そういったところにも活かせるようなことなのかなって思いましたので、ここもご紹介したいと思います。ちなみにこの本書かれたのは、昭和46年に書かれていますので、50年ちょっと前のお話ですけども、こちらに読ませていただきますね。ビデオテープも発達しました。しかし、ビデオとか映画というものは、これはいわゆる複写です。舞台をやっている私たちが一番誇りとすることは、肉体対肉体、見物の肉体対役者の肉体でぶつかり合うということです。つまり、ビデオだとか、ある程度はテレビでも見られますけれども、やはり生の肉のぶつかり合いは実際、現地に行かなきゃダメで、これは何についても言えることなんです。音楽界の場合でも、録音技術が非常に発達しましたが、これやっぱり複写という弱みがあるんです。だから複写ということは、すなわちそこにある種のマイナスがあるわけです。ですから、ビデオなり映画なりで、自分で自分の舞台を見たとき、この複写の製品を見て満足する人はおそらくないでしょう。が、非常に参考にはなります。こういう風に見えているつもりだったが、というようなことで、今はもう自分で自分の劇評ができます。それと、本当に歌舞伎の好きな人の言葉を直に聞いて、いわゆる本当の見物の声を聞いて、そして自分を見れば、これくらい立派な劇評はないと思うんです。所詮、たった一日の所見の表で解決される問題じゃありませんからね。さっきもお話しした通り、本当に心配してくれるっていう人は少ないんです。むしろ人間っていうのは妙な面があって、他人のいいことはあんまり喜ばないで、悪いことの方をむしろ内心喜びますからね。ざまあみろ的なことが多いんです。だからそこがまた一つの励みにもなってくるわけです。恋に悪口を言われても、その逆にいい面にとって奮発していけば、決して歌舞伎にとってもマイナスじゃないと思うんです。よくまた、あれは絶対こうでなければいけないという人がいます。しかし、芸はそもそも人間が作ったもので、この世の中で絶対の真実なんていうものは、生と死としかないじゃないですか。芸をやるからには、そこに演者としての確固たる主張があるのが当然です。いちいちそういう偏見や無責任な意見に迎合していたんでは、主張も何もなくなってしまって、まるで雲みたいにふわふわ浮ついたものになってしまいますからね。今後とも我々は正しい耳を持って正しい声を聞き、歌舞伎なり日本舞踊なりの将来を守っていくよう努力しなければと思うわけです。はい、ということですね。深い言葉ですね。ちょっと感動します。はい。結局ね、そうですね。三者三様の踊りのとこで自分の選択力っていうことも書かれていましたけども、結局舞踊をするものであったり芸にたしなむものとして確固たる自分の主張っていうものを持って行きましょうっていうことだと思うんですけども、芸というものをしていますとなかなか人の評価を受けるようなところもありますので、その意見に右往左往してしまいがちになりますけども、その気持ちを少しでも強くするためにもやっぱりお稽古に励むっていうことは大切なことだと思いますので、稽古を励んで自分の芸に磨きをかけて自信を持って自分自身を確固たるものにしていくっていうことが大切なんだと思います。これからも共にお稽古励みましょうね。今日はこんな本のご紹介でした。